様です。ウィザードリー5つの試練ですね。こちらの方、たまたま、割引効いてる時があったので、ちょっとその時に購入しておいたんですけど、これ、すごいな。シナリオめちゃくちゃ多い。では、こちら。で、これで、そのままスタートすれば、ってことやね。これをしてなかったら、ということは、これって全部タイトルの音楽とかも、違ってくるのか。なるほど。では、ちょっと、シナリオからやっていきましょうか。まあ、初めからキャラクターがいるのは、まあ、いつものことですね。アイテムボックス、これは便利かな。訓練場で、キャラを今度どうしようかな。ちょっとドラクエ縛りをずっとやってたから、風のキャラ縛りでいきましょうか。これは、ちょっとキャラメイク多分時間かかるので、ここはちょっと飛ばしましょうかね。キャラメイクの方終わりました。今回はちょっとファイナルファンタジーの方ですね。そちらのキャラクターで、ちょっと統一っていうような形で、やっていこうかと思います。で、ちょっとね、最初にいたメンバーからアイテムは、ちょっと回収して、で、ちょっとだから最初お金だけこれで稼がせてもらおうかなと。で、武器ですよね、まずは。今、担当装備してたでしょ？確か。2の1、4。こうやってみると、当然なんですけど、ショートソードの方がいいので、ショートソード買いますよね。で、防具が、レザージャケット。要するに革鎧と一緒でしょ。軽い鎧ってなってるけど、鎖片びら装備できんしな。ここはこのままだな。盾。
装備できないのか。兜も当然無理。固定無理。ブーツ無理。その他ない。薬類がちょっと安くはなってるのかな。ウィザードリーと比べたらだいぶ安いですね。担当は装備してるけど売ります。じゃあ次は、ロングソードはそのままで多分問題ないでしょう。で、鎧が今ないので、胸当て在庫3。そういうことか。最初に奪った分かな。でもそれだったら、鎖片びらで最初はいいです。で、盾。兜。これで兜買って、で、OK かな。さて、ここも、鎧は鎖片びらにしておいて、兜。そして、メイスしかないか。で、ローブ。いやー、ローブは、僧侶ね、プリーストは前列に出る可能性があるので、鎖片びら買っておきましょう。あと、当然、盾と、で、売るのはローブ。そして、ビショップ、メイジはいつも通り装備なしでいきます。なんていうか、変な縛りじゃないけど、自分の中ではもう後ろ2人は荷物持ちであって、特にアイテムはもう持たなくてもいいかなって、どうせ物理のね、前に出て戦うっていうこと自体が原則ないって思ってるんで、ではちょっと早速行きましょうか。オプションは、そういうことね。よし、では。駐輪場？入ってみたけど大丈夫だったかな。階段。O でパーティー表示。そういうことか。で、U が開いて。キャンプで、移動の時だけ操作がちょっと変わる。嫌やな、これ。なんていうか、決定ボタンが扉を蹴破るっていう感覚があるから、でも、決定ボタンでキャンプが出てきて、いや、ちょっとこれ逆にしたいな。なんか、操作とかなんかないんかな。
迷宮ボタンとはなんだ？その他で、決定機入れ替え、これをやってしまうと、多分扉蹴破るのも逆になるってことでしょ？わー、いや、ちょっとやりにくいなー。慣れるしかないか。とりあえず、この決定ボタン入れ替えはダメだ。で、みすぼらしい男怖いよなスパークとスリープ。8。いや、8ダメージはちょっと待て。相変わらず、みすぼらしい男、やばい。あと1しかヒットポイントないって、やばい。あ、でも寝てるから大丈夫か。8回復。いや、1体も倒せてないんやけど。いや、まずい、これは。もう呪文ないしな。よし。やっと倒せた。よし。で、あと1体。いや、きっつ。うわぁ、これ。そういうのがあるのか。罠はないって言うてるけど、よし、念のためちょっと怖いから、310の50。アイテムはなしと。とてもじゃないけど、もう、これは無理。よし。ちょっとでもこれ、操作慣れるまで大変だな。なんだ？さあ、一体。体だけか。うわ、強い。スリープにもスパークで一気に落とせんかな。いやー、きつい、これはちょっと。いや、倒せんぞ。あ、やっと倒せた。強い。罠はない。開けるじゃ。たったの 100？ ダメージは受けてないと。フラットストーンってもう、なんか、250。お金集めんとあかんな。頼むよ。よし。
ルホーン。明らかにオークっぽいな。これは、眠らせれば大丈夫でしょう。あ、逃げた。調べる、毒針。毒針。117。おっと。有効的なライブワイヤー。ああ、さっきのやつか。これは。やっぱりな。いや、ちょっと待て。呪文ないんやけどな。勘弁してくれへんかな、今のは。強さが正直わからん。で、ヒールで、よし。ポイント30。知恵しか上がらんの？ヒットポイント7はありがたいな。ヒットポイント2か。1。せっかく最初から生命力ちょっと振ったんやからさ。本当にシーフは前に出したらあかんキャラって感じやな。シーフを前列で使うプレイスタイルとしては非常に苦しい。この装備は。さっき一旦逃げた相手だな。攻撃が当たらん。罠はない。火がかかっている。いまいち敵の正体がまだつかみきれんな。逃げられた。罠はない。そうだ。そういや、呪文で、ちゃんとこういう風にマッピングはされる。で、ダークゾーンとかもチェックがちゃんと入るっぽいから、なんだ我がは堕落してしまったらしい。洞窟の地下深く、自ら鋼を脱ぎ去った。関
触りたくない人種。かつて鋼のとんでもねえ仏像なんじゃこれ、意味がわからん。そのでかさと速さっての絶対負けない自信があったんだが、あれには負けちまう。鉄の馬。さっきの高速道路がなんだかんだってやつかな？ちょっと待て。こんなところ来たっけ？一方通行のドアか、あれは。やられたな。これはちょっと。いやー、あと1回か、ちょっとまずいな。帰れた。よし。戻れた。危ねえ。一方通行やっぱ怖い。なんとなく感覚的には分かってきたかな。で、中断でセーブかかるんかな？オートセーブなってるのかなこれって。こちらの方は、ちょっとまたね、慣れてきてからライブ配信とか考えてるんですけど、しばらくはちょっと最初のこの5つのシナリオぐらいは、のんびりと空いた時間にちょっとずつ進めていこうかなと思ってます。で、他の、あと59シナリオあったような、そのあたりから、ちょっとね、ライブ配信とかやっていけたらいいかなと思いますので、またライブするときは、ツイッターの方でお知らせしますので、ツイッターフォローしておいていただけるとありがたいです。あとはチャンネル登録と、高評価いただけると、ちょっとね、今後続けていく励みにもなったりしますので、よろしくお願いします。ということで、今回の動画はここまでにしたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。